はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、占いと都市伝説やっていきたいと思います。今回もチャズ先生に来ていただいて、占いの観点から都市伝説、深掘りしていく、そんな、企画でございます。チャズ先生にはね、もう昔からお世話になってて、もう十何年、15年以上お世話になっていて、いろんなこと僕も、教わっていて、この業界で生きて、いけてるのは間違いなくチャズ先生のおかげだったりするんですけれども、チャズ先生、占いだけじゃなくて都市伝説すごい詳しいじゃないですか。基本的にもう趣味みたいなもんですね。そうですよね。そう。僕も割と好きだったりして、ムーとかにもね、寄稿されたり。いわゆるムー信者だったもんで、ムーミンですよね。そうですね。せっかくだからね、占いでも都市伝説みたいな、要は都市伝説界隈の方で占いネタを扱うことあるじゃないですか。占い師から見てると、親って思うようなこともあったりとか、どうなんだろうみたいなのがあったりして、こうやってちょっと番組としてね、占い師の観点からこんな感じだよと、エンタメテイストで、お送りできたらと思って、やっております。占いのことを都市伝説界隈の人がいろいろやるっていうのは結構あるはずなんだけど、都市伝説のことを占い界隈の人がやるっていうのがあんまない。ないですね。かもう、なんか、がっつり陰謀論みたいな感じになっているか。僕もどうしても都市伝説とかを、あとね、日本の伝承とかね、世界の歴史とか調べてると、この都市伝説に関わる陰謀論みたいなのが出てきちゃうんだけど、陰謀論と都市伝説って本来ちょっと違うものじゃない。そうですね。そうですね。そう。やっぱそっちはね、そういう人たちにお任せしたいなって感じがするんですよね。そうですね。だから、振り切るのはなかなかね。そうですね。難しいんですが、けどギリギリまで攻めるつもりで、やっていきたいと思います。今日のテーマは2025年7月。ご存知でしょうか？まあ、いろんなところで言われてますよね。そうなんですよ。予言が流行っていたりして、この噂に関する動画、日本に津波が、みたいな、そういう動画がたくさん上がっていまして、都市伝説界隈は、もう2025年7月って言ったら、もう猫も杓子も2025年7月みたいになってる状態じゃないですか。まあ予言とか、時期読みって言ったらやっぱり占い大事だと思うんですよね。で、じゃあ占いの観点でこの2025年7月出てるのかとか、ちょっと深掘りしていきたいなと思っております。それで、ご視聴の方で2025年7月、ご存知ない方、そういった話いるかもしれないので、簡単に解説させていただけたらと思います。それで2025年7月に関する都市伝説なんですけれども、もともとは漫画家のたつきびょうさんの著書、私が見た未来が元になっていると言われていて、たつきさんは東日本大震災を予知したことで知られていて、もう表紙に書いてあるんですよね。2011年3月みたいな感じに書いてあって、そのたつきさんが2025年7月に日本に大災害が起こると予言してるんですよ。具体的な内容としては南海トラフ地震とか、東日本大震災の3倍規模の津波、さらに富士山がとか、首都圏が壊滅的なみたいな、日本にとって全然良くないようなことを指摘されてる。これらの予言はまあ、あくまでも可能性で、必ずしも起きないとは思うんですけれども、この予言とかを、まあみんながね、ちょっと不安になってるっていうのも、あったりして、占い師とかね、そういうオカルト好きからすると、99年の父の月とか、2012年の父の月みたいな感じで、予言ブームみたいなのが来るんですよね。ちょうど13年くらいになっていて、今回も12年から13年後だなーみたいな感じに、僕なんかは捉えてるんですけれども、やっぱり世間的には怖いなというのがあるので、今回はもうチャズ先生にこちらを占いの観点からどうかっていうのを無茶ぶりしてみようかと思っているんですが、いかがでしょうか？先生なんか2025年7月都市伝説界隈から聞いたことってございます？聞きますし、YouTube とかでもそういう動画見たら、調べたくなりますよ。そうですよね。知り合いの占い師の人も、やっぱり2025年の7月ってどうなんだろうみたいなことは、やっぱやってんですよ、みんな。少なからず。僕も結構見ちゃったりして。そうですね。だからまあ、そういう人たちが特にはね、動画を上げてるってわけじゃないので、知られてはいないけど、意外とまあ、みんなやってるかなって感じはしますね。占い師別に発表してないですからね。そうですね。検証するっていうレベルではやっぱりやってると思うんですけど。そうですよね。それを大々的にガーッとなんかね、動画上げてみたいな人は少ないですしね。早速なんですけど、先生じゃあ占っては見てはいるということで、実際どうなんでしょう？いや、でもね、正直、これ結構いろんな戦術で、いろんな戦術をやる方々といろいろこの検証しても、2024年、今年って正直あんまり良くないんですよ。今年が良くないですよね。そう。で、来年って割れるんですよ。戦術によってはそんな大した年でもないというか、下手すると割といいんじゃないのっていう見解の
戦術もあるし、うん。どの戦術で見ても来年やべえぞっていう感じでもないんですよね。そうなんですよね。僕も実はちょっと名戦とか生年月日とか、まあ時間をもとに占うやつでいくつかで占ってるんですけど、正直今年の1月の方がよっぽどこれやべえなみたいな感じに個人的には思ってたんですよ。だから7月ねーみたいな感じだったので。そうですね。だからまあ確かに2025年がまあ、例えば、インド先生術とかでね、すごくいいかって言ったら、まあ、微妙なとこもあるわけですよ。確かに。それこそ、インド先生術なんかで2025年、インド先生術だと、通常は日本の誕生日とかね、そういうので見たりもするけど、いわゆる、魚座の新月っていうね、毎年、その、魚座の新月のところを、ニューイヤーチャートという形で、その1年を見るみたいなね、ホロスコープを出すわけですけど、それで見て、確かに特徴的にね、6ハウスと8ハウスの支配性が星座交換してるっていうのはあるんですよ。で、6ハウスって例えば戦争とか災害とか。で、8ハウスってね、死を表すハウスだったりとかっていうのもあるので、6と8が星座交換してるっていうのは、ちょっと不気味なところではあるんですけど、それが大きい問題としてね、例えばニュアンスとしては何かあるだろうなって感じはあるんですよ。ただ、これだけで局地的な大災害って言えるのかっていうところもちょっとあるし。そうですよね。だから、魚座新月でほら見ていくじゃないですか。だから、2024年も25年も日食気味なんですよね。そうですね。そう。だから、それで言ったら24年だって全然。そうなんですよ。だから2025年が特筆して悪いわけじゃないんですよ。2024年もやっぱりそういう意味では、ちょっと似たような悪さだし、で、割と2024年の方がちょっと深刻な気もするっていう感じはするんですね。そうですね。なんか、だから悪くなるきっかけがあるとしたら今年だろうと僕思っていて、都市伝説の人たち25年なんだ、みたいな。そう。確かに地震とか津波とかっていう部分になると、なかなか確かに読むのが難しいところではあると思うんですよ。そうですね。だからそこをなんかピンポイントで、これはその津波が来るなみたいなところまで言い切れるような事象が起きてるかっていうところに関しては、ちょっと微妙かなって感じはあるんですよね。そうですよね。この時間を元にした占いって、ある意味台風が来るかとか、季節物で梅雨の時期があるかとか、冬が来るかとか、なんかそういうのはほら予測できるから、ここ数年日本って良くないよね、みたいなのは、占い業界多分みんな思ってる。今年から多分7年くらいおそらく悪いじゃないですか。だからその真っ最中かなと僕も思っていまして、ただそれは分かっても実際のその津波だとかそういうのになるとやっぱり年勢とかになるんですかね。ですね。だからまあこういうのって最後ってやっぱり墨線とか、そうですよね。やっぱりね、その液だとかそういうものを加えていったりとかがやっぱりちょっと必要にはなってくるところだと思うし、それ少なくともなんか日本が滅びちゃうような形には見えないっていうところですね。同じでございます。そうなんです。ただ、ほら、フィリピンの方で隕石が落下して津波が起きて、みたいな話があったりして、NASA とかの方でも、ちょうど7月くらいに来るかもしれないみたいな観測があると。そういうことをおっしゃってる人もいるので、まあ確かに怖いよねという。フィリピンとかの図とかで、こう分析できるんじゃないかなと思ったんですけれども。ニューイヤーチャートっていうやつで、今度フィリピンのマニラを首都として、っていう形で出してみたチャート図もあるんですけど、それだと、まあ確かにそのなんか災害とかね、戦争とかそういうトラブルは大体6ハウスをチェックとかっていうのはあるんだけど、6ハウスに土星があって、政府だとか国の機関というのを象徴する10ハウスに火星があるとかっていうのは、まあ確かによろしからぬところはあるんですけど、これもなんかすげえ悪いなって感じではないですしね。なるほど。だからなんか都市伝説界隈で言われているインパクトみたいなのは、なんかあんまり見つからないっていう感じはあるんですよね。そうなんですよ、っていう、ちょっとがっかりされちゃうかもしれないんですが。だから、ないとは言えないし、やっぱり何らかの災害が起こるっていうのは、十分可能性はあると思うんですよ。確かに普通にパッと見て、あ、これはちょっと地震とか津波とかありそうだなって、まあ見える部分は当然あるんだけど、なんか国が滅びちゃうぐらいのすごいものが来るのかって言われると、他にも見たことあるようなこのパターンみたいな出方なんですよね。でも、備えあれば憂いなしみたいな言葉があるじゃないですか。僕、都市伝説界隈の予言って批判もあるでしょうが、備えの喚起には多分
いいんじゃないかなと思ってまして、で、実際に、もうちょっとざっくり、7月4日みたいななんかピンポイントで指していくと、出てるかなみたいな感じは、正直占い師的にはあるんですけれども、だけれども、もうちょっとざっくりさっき言った7年とか、もうちょっと短く、この4、5年ですかね、っていうのは、やっぱり危ないんですよね。そうですね。だからまあ、例えばね、先生術なんかでよくやる技法として、王様とかね、大統領の運気とかが、その時期の、その国の運勢を担うみたいな考え方もあるし、植民地だったけど独立したとかね、明治維新なんかだと本当日本が生まれ変わってたりするので、そういうところを誕生日にして、日本の誕生日みたいな、その国の誕生日にするっていう考え方は結構あって、で、大きいスパンのその誕生日っていうのもあると思うんだけど、日本だと例えば元号ってあるじゃないですか。で、皆さん例えば平成時代はとか、昭和はってやっぱりもう時代が変わってるっていう感覚がすごいあるじゃないですか。もう令和は令和って感じですよね。そう本当ね。もうテレビなんかでも昭和、平成、令和のどうたらこうたらみたいな音楽とかね、文化の違いとか。やっぱりやってるじゃないですか。だからやっぱりそういう意味じゃ、例えば令和の今の時代の、令和の始まりのチャート、ホロスコープっていうのに、ある程度ね、例えば、まあそういう事象が出てたりとか、その時期の星回りとかね。なるほど。インド先生術はその打者っていうね、その時期を見るやり方があるんで、そういうのを見てみるとまたどうかなっていうのもちょっとあるんですよ。令和図みたいなことですね。そうですね。まあイベントチャートというか。そうですね。で、まあ一応令和はね、2019年の5月1日からスタートしてるっていう形なので、まあそれで、まあチャート図を出すと、特にね、ちょっとね、大事なのが、打者っていうのがあって、木星期なんですよね。この令和図だと木星がちょっと逆行してるっていうね、図で。ちょっとあんまり、木星って普通服の星なんですけど。そうですね。そうですね。ちょっと服のパーが若干弱いかなっていう感じはあるんですよね。ただ、その打者としては木星期で、ただ、木星火星期から木星ラーフ期にちょうど切り替わるぐらいが2025年の7月6日になってるけど、ちょっとここら辺のタイミングで、ね。あ、本当だ。だから、火星月か。そう。だからちょっともう、その、タイミングが合ってますね。打者が切り替わるタイミングって、なんかイベントが起きやすいのは確かに。インド先生の定石的な読み方で、打者が切り替わる最後のところ、次の打者に行く前っていうのは、割と変動が出やすい。っていうのはあるので、木星火星期から木星ラーフ期に行くね。このタイミングで、確かにちょっと2025年の7月っていう話がちょっと重なってはいるので、何も起きないとは正直言えないところなんですね。木星ラーフに一気になっちゃう。そう。何かイベントがこの7月6日から8月4日あたりに起きてもおかしくないっていうことですね。ただ、木星火星が正直あまり良くない打者だったら、2024年の8月からなっちゃうので。なってますよね。だからまあ、やっぱり、なんか、2024年の方が微妙だよねって感じはするんですよ。確かに。これで言ったら、魚座新月図でも24年、25年見ていて、なんか25年ナショナリズムっぽい感じが新月図とかでは感じていて、9月くらいからなんか変化するような風に打者出ていたので、何かは多分この夏はありますよね。そうですね。特に木星と火星が、いわゆる木星から見て7ハウス目に火星がある配置ですので、この7ハウスっていう事象ってやっぱり国際的な、外交の問題だったり、国際問題っていうところが結構思いっきりクローズアップされる可能性が高い。そうです。だからそれ考えるとね、やっぱりむしろ輸入とか輸出とか、経済的な問題だとか、あと今周囲がね、ちょっと煙たいところが結構あるじゃないですか。ありますね。まあウクライナもそうだし、イスラエルの件もそうだし、中国のね、話もちょっと台湾の有事がどうのこうのって話もあるし、なんかそういったもろもろっていうのがちょっとすごく影響し始める時期かもしれないなって感じがしますよね。普通に読んだらそっちの方がむしろ強い。いや、僕もそうなんですよ。だから、おそらくこの4年くらいは多分バタバタに多分日本もなるだろうし、世界もなっていくと。だから普通にいろんな危機に備えておくのは僕大事じゃないかなと思ってまして、だから単に地震がどうのこうのっていうだけじゃなくて、本当に食糧難とかが起きたりもする可能性が高いし、多分ちょっとここ数十年の中でやっぱり久々に食糧難が起きるかもしれないなみたいな
時期じゃないですか。中東の方でオイルショックになるかどうかわからないですよ。まだわからないけれども、風刺派っていうのがいたりとか、まあ検索したら結構出てくるので、海峡のところ塞がれたら日本って結構干上がっちゃうようなところあるじゃないですか。そうですね。4ヶ月か5ヶ月でね、物がね、ガソリンとか原油はなくなってきちゃうって話があるんで。そうなんですよ。で、まあ、当然その車とか運送の問題もあるけど、製造業がやっぱりガソリンっていうか原油がなければ動かなくなっちゃうので、そうなんですよね。何も作れなくなっちゃう。そうすると、今、円安で好景気に沸いてるのもストップがかかっちゃうかもしれないし、っていうね。そうですね。あとは、ここ最近のもう温暖化を超えた沸騰化現象、作物が育たないっていう可能性はかなり高いですね。ありますよね。あと、なんかあちこちで火事とかが起きたりとか、調べればいろいろ出てくるので、食料確かに心配で、その、当日になってパニックでまたトイレットペーパー買ってって言ったら歴史に何も学んでないっていうことになっちゃうので、それはね、避けた方がいいと思いますし、もちろん災害も普段からね、1週間分くらいは、こう生き延びられるようにとかってやってた方がいいと思いますし、なんだったらまあ7月4日、怖いんだったらちょっと山の中行っててもいいような気もしますし、まあそんな感じに事前にいろいろこんなことがあるかもなって言って、最悪を備えても、ここ数年は多分いいですよね。そうですね。僕の感覚では、確かにまあ2025年に何らかのことが起きる可能性はやっぱり少なからずあるだろうと思うけど、国が滅ぶような事態ではないだろうと。なるほど。ただ、変革が起きる感覚は確かにあると思うんですよね。そうですよ。だけど、それに対してはもう2024年から、なんかもう始まってるっていう感じですね。やっぱり三元救運、前回の動画でお話しした三元救運が変わってきたっていうこととか、それこそ今だったら生成 AI だとか、AGI だとか、もうなんか人間の仕事がいらなくなるんじゃないかっていうレベルで AI が発展してきてるじゃないですか。そういうものも多分社会の構造変わってしまうし、前回だったかな、インド先生術の天皇制の7年、お牛座に入ってる期間っていうのは、日本の国体が変わるというか、そうですね。毎回84年中7年で変化してて、前回第二次大戦で、その前は幕末だったりということなんで、その時期ではありますもんね。そうですね。だから、もう、ガラガラ、もう、マリオの面が変わるみたいな、ということが起きてもおかしくないから、別に7月にこだわらなくても、そうですね。今のうちから、こんなことが起きてもこうしといたらいいだろうって考えておくこと大事ですよね。そうですね。ちょっとしばらくね、やっぱりその激動期変動期ではあるだろうと。これは多分、どんなもので見ても、やっぱそれなりに出てるものだと思うんですよ。そうですね。だけど、もうピンポイントで2025年7月っていう話は、まあ、占い師的には、っていうところがあるんですよね。ありますね、正直。あんまり良くない時期ではあるけど、みたいな、滅ぶで言ったら、変な話、第二次大戦の時とか、2011年の3月とかの方が、もうちょっと具体的に。あ、この気配はやばいなっていうのが出てるし。そうですよね。で、まあ実際、じゃあ夏ぐらいに何が起こるのかは、多分2024年の冬至の時に年勢立ててみて、それでちょっと見えてくるかもしれないなっていうね。そうですね。なんかそこでやっぱりちょっと墨線入れて、きちんとやっぱり出すっていうところがあって、墨線はやっぱり遠い時期にやるより近い時期にやった方が精度は高くなるのが事実なんで。そうなんですよ。陰極まる瞬間っていうのが冬至の瞬間でして、1年の中で一番日が短いみたいな。そこから陽に転ずる瞬間とかに1年のことを占うみたいなことするんですよね。それで見ていくと結構わかるかななんていう。そうですね。だからもう今ちょっと喋っちゃったんで先生、12月ちょっと開けといていただけると。毎回ね、出てはいるんで。そう、助かるというか、皆さん、これ to be continue なんで、次回来るっていうことで、よろしくお願いいたしますと。次回は、今度は、アナンド君っているじゃないですか。インド先生術家の。インド先生術、僕、チャズ先生に習ったので、やっぱりインド先生術家として、アナンド君のリーディングどう読むかっていうのを、都市伝説界隈で結構有名なので彼、聞きたいんですが、いかがでしょうか？そうですね。アナンド君のは、実際アナンド君の YouTube ちょっと見たりしてるし、アナンド君を解説してる人の YouTube とかも見たりはしてるので、やっぱり興味深い話ではあるんですよね。だからぜひ、次回はそちらお話しいただければと思います。はい、そういうわけなんで、ぜひ皆さん、チャンネル登録して、高評価してコメントでワイワイ言って、お待ちいただければと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。水森太陽と、チャズでございました。はい、ありがとうございました。またねー。ありがとうございます。